私の言う通りに動いてくださいね。右翼突撃、左翼は戦車。サクッとやっつけちゃいましょう。前線部隊が速度を上げています。セレン様もサイ様もさすがですね。あまり褒めたくはないわね。帰ってきたら叱ってやらなくちゃ。あの子の考えていることもよくわかる。王として指導者として勇敢なところを見せなければならないって考えは間違ってはいないのよ。だけど勇敢さを示すために必要なのは王の勇気とともに敵の質だ。黄金塔のごとき増軍相手ではただの蛮勇にしかならん。勇敢と蛮勇は違う。それに人の価値も違う。こんなところでシェレンに傷がついたらどうする。私が怒っているのはそういうことだ。シェレン！うわ、怖っ。総大将自ら軍の先頭に立って突撃するなんて皇王の真似をしているつもり？ごめんなさい。でもさ、やっぱり兵士たちには私の勇敢な姿を見せないといけないじゃない？時と場合によるわ。いくら強大な敵だと言っても黄金塔は所詮賊相手に勇敢ぶってもそれはただの蛮勇にしかならない。それぐらいあなたならわかるでしょ？今後は気をつけます。よろしい。じゃあ次からは私の指示に従ってもらいます。いいわね。はーい。ノン、一帯を黄金塔の陣地に向かわせ物資を確保しておけ。その他の部隊はレンファ様たちとの合流地点に向かう。郊外殿は部隊をまとめ被害の報告を。その報告の後シェレンを止められなかった言い訳をしていただきましょう。わかった。どのような言い訳を聞かせていただけるのか楽しみにしておりますよ。どうかされましたか？限りなく続く大地、忘れていたから少し嬉しくて。軟禁状態となって早2年、
まさか炎術公認で出陣できるようになるとは思いませんでしたね。そうね、炎術がバカでよかったわ。御意。でも愚かだったおかげで姉様と合流できる。いよいよ孫悟独立に向けての戦いが始まるのね。はい、およそ半日後にはシェレン様に合流できるでしょう。そこからが正念場です。そうね、心してかからないと。御意。しかしレンファ様、肩に力が入りすぎるのもよくはありませんよ。そんな風に見える？レンファ様の癖とでも言うのでしょうか。立場がありますから気楽にとは言えませんが、時には肩の力を抜くのも良いことかと。その言葉、肝に銘じておくわ。ありがとう、シシュン。は。姉様、お元気かしらね。シェレン様のことです。必ずやお元気でいらっしゃることでしょう。メイリンに迷惑をかけっぱなしでしょうけどね。その自由闊達さこそシェレン様です。そうね。でも確か剣の見つかりとか言っている男を拾ったという話だったわね。そういうのは良くないと思うんだけど。御意。ただ周遊殿や郊外殿もお許しになっているからには何か事情があるのでしょう。そうね。ただ私は私自身の目で見て考えたことのみを信じる。その男がどういった人物なのかしっかり観察させてもらいましょう。後方に砂塵ありです。どうやらレンファ様たちがやってきたみたいですよ。さすがレンファ様だ。蒼天中央に日輪が至る時にという合流時間をしっかりと守ってくれているな。そういう融通の利かなさが心配ではあるんだけどね。堅物とも言い換えられるわよ。まあいろいろと言い方はあるじゃろうが、孫家の人間として頑張っておられるお方じゃよ。お姉様、今報告を聞きました。短期で敵陣に突入するとはどういうことですか？あなたは孫家の家長にして呉の指導者。それがこんな戦いで蛮勇を振りかざしてどうします？ごめんなさい。少しはご自分の立場を考えてください。あなたは我らにとって大切な大切な玉なのですから。はーい。ああ、シェレンの妹にして孫悟の後継者だ。そういう側面もあるがな。だが器で言えばおそらくシェレンよりも大きいだろう。英雄にふさわしい器と能力を持っておられる。あとは経験だけといったところかの。みんなに愛されてる素晴らしいお方ですよ。ああいうことをおっしゃるのはご自分の身分をわきまえ、かつそれを誇りに思っておられるからだろう。
本当のレンファ様はお優しい方だぞ。どうしたどうした、口説き落とす自信がなくなったとでも言うのか？それでいいさ。あ、いらっしゃったぞ。貴様が天の使いと言われている男か。うさんくさいわね。どこの人間か知らないけど、お姉様をたぶらかす気ならばすぐに立ち去りなさい。孫権様、確かにこやつの素性は知れませんが、今まで行動していて怪しい点などはまるでなく、またその知識は広く、我らでは考えも及ばないことを知っております。騎手として孫作様が拾ったのもあながち間違いではないかと。またこやつは孫作様が片腕とするに十分な実力があるかと。黄金がそう言うのならばそうなのでしょうね。だけど私はまだ認めないわ。ああ、嫌ってるわけではないじゃろ。わしにはとてもそうは思えなんだが。なんじゃと？まああまり気にする必要はあるまい。ケン様は高貴な者の心得をただ実践なさっとるだけだ。素性の知れないものを近づけない、諫言を浪する人間を近づけない、金玉に執着しないの3点ですね。国が滅ぶ原因の多くはその3つに絞られる。だからこそ孫権様はその心得を実践しているのだよ。心配せんでも貴様の心根が分かればきつい言葉はなくなるじゃろうって。そういうことですね。心配するな。あの方は暗愚な方ではない。信用できると判断したならば普通に接してくださるだろう。今はただ孫家の血族として王者足らんとして無理をされているだけだ。そういうことじゃな。ただお主自身も自分を知ってもらうための努力はせんとな。努力せんで理解してもらおうなどというのは手前勝手というものだ。貴様、なぜ姉様のマナを口にする？いいの。カズトにはマナを呼ぶこと許してるもの。私だけじゃなくメーリンとサイ、それにノンもね。それほどの人物なのですか？私にはうさんくさい男にしか見えませんが。うさんくさいとかじゃないですが、黄金様たちがマナをお許しになったことに少し違和感があります。どういうことでしょう？まあそうだろう。だがこやつはお前たちの夫になるかもしれん人物だ。
ことでしょう。カズトは甘露の占いに出てきた天の使いなの。そんな騎士の血を孫悟に入れることができたら大きな力になるでしょ。少なくとも孫悟に天の使いの血を引く人間がいるという評判につながるだろうな。そういうこと。だからカズトを保護するときに契約したのよ。払ませろってね。なんたるセリオ。お姉様は私たちの意思を無視するおつもりですか？無視するわよ。特にレンファー、孫家の人間であるあなたの意思はね。孫悟は強国にのし上がり天下を目指すためには兵がいる、資金がいる。それを得るために必要なものは諸人の口から放たれる風評の矢。母様の夢、孫悟の宿願、呉を独立させ天下統一に乗り出すためにもカズトの力が必要なのよ。ずるいですよお姉様。母様のことを言われたら私は何も言えなくなるではありませんか。知ってる。だから母様の名前を出したの。だけど安心しなさい。強制ではあるけれど本気で嫌がるのならば無理はさせない。それはカズトにも言ってる。まずはお互いを知り合いなさい。それが第一よ。硬派、傭兵、二人とも良いな。はい。まあ見た目はうさんくさいかもしれんが、なかなかどうして骨のあるやつじゃから、みな安心せえ。こう見えて結構頭もいいですし、優しさもありますし、ちょっとお調子者さんですけど、いい人ですよ、カズトさんは。とにかく3人はカズトにマナーを預けなさい。生は衆、名は大、あざ名は傭兵、マナーは民名。カズト様、よろしくお願いします。では僭越ながら。我が名は観念、あざ名は硬派。王の命令によりマナーを教えよう。紫春という。よろしくするかどうかは孫権様次第だな。なんだ。会ったばかりの人間の気持ちなど見透かすことはできない。
だけどメイリンたちが私に嘘をつくはずはない。だから間接的には認めてやろう。握手はしない。そういうことには慣れていないから。さてと、自己紹介はこれでおしまい。舞台の再編成をした後、すぐに出発しましょうか。そうしよう。コウハ、傭兵、お前たち2人は郊外殿の下につけ。では2人には部隊の再編成を行ってもらおうか。真ん中はわしの部隊じゃ。2人はわしの両翼につけ。了解しました。後局はどのように配置します？後局中央にシェレンの部隊を、右は私の部隊が取る。左はノンが取れ。待て、では私の部隊はどうするんだ？レンファ様は後局の後ろ、視聴隊を護衛するとともに友軍として待機しておいてください。分かった。カズトは私の横にいてね。では部署割りが決まったところで再編成に移る。一刻後には出発するぞ。おう。